オラ馬のゼラノデロソと申します。9回の猫生を終えた、バーチャル猫又です。はい、ではやってまいりましたよ、この時間。はい。猫又フリーク。猫又フリークですね。僕のやばい話はいろんなものをね。まあ、怖い話はね、怖くないようにお話しするというものです。はーい。はーい。ではですね、今回は僕が海外で誘拐されたことがあるんですけど、まあその話をしていこうかなと思っております。はい。まあ、昔ね、僕が、子供の姿を、人間さんの子供の姿を使ってたことがあって、で、海外でですね、正直言うと、日本でもいろんなところでも誘拐されかけたことあるんだけど、まあ、海外のね、とある一件の話をしていこうと思います。まあ、子供の姿の僕を、まあ、知らないね、女性が、まあ、僕の手を掴んで、連れて行こうとしちゃうんですよね。で、その時僕は猫だったので、コロの勘が発動して、助かったんですよね。で、なぜ、海外にいたのかっていうのは、ちょっとね、旅行っていうか、偵察っていうか行って、で、人間の姿に化けていたのは、それで人間さんってどういう感じなのかなって見てたんですね。観察のために。で、観光してた場所は、とある南米の場所なんですけど、普通にメルカですかね。たくさんいろんな商店街みたいな、本当日本の商店街みたいにいろんなお店があって、で、それが珍しくてちょっといろいろ見てたら、連れてかれそうになったんですよね。で、急に腕を掴まれて、すごい無言で普通にズン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 言っていこうとして、誰みたいな感じに僕がなって、もう仕方なくて僕、大声で、誰ですかこの人知らない人です誰ですか誰ってずっと叫んでて、そしたら周りの大人たちが、なんだっつってざわついて、入り口、メルカの入り口近くで、僕たちを囲んだんですよね。で、僕は、その女性に対してはずっと、誰ですかこの人ってずっと言ってて、周りの人も、何ってなってたんで、僕は、冷静に、この人僕のこと急に連れて行こうとしたんです。って言って、周りが、はってなってたんですけど、僕はもう本当にずっと、この人僕の親戚でも家族でも何でもないんですよ。急に腕を掴んできて連れて行こうとしたんです。知らない人です。言ったんですね。そしたら女性が、この子は実は私の娘でっていうか、子供で、いや、違うんですよ。こういう時期ってあるじゃないですか、みたいな。もう自分の親なのに知らない人だって言ってくる時期があると思うんですけど、そういう時期なんですよね。いや、お騒がせしましたって言って僕の腕を掴もうとして、お前は本当誰なんだよ、もう誰なんだよ、本当知らない人だぞ、つって。じゃあ僕の名前言ってみろよって言って。当時かなりそういうね、度胸がありまして、そもそもね、小股だからお前、誰なんか知らない人に対しては、結構きっちり言っちゃいタイプだったんですよね。で、僕の名前言わせるんですけど、じゃあ僕の名前お母さんだったら言ってよって言ったら、みゆきって言ったんですよね。誰ですかそれって。もう僕そんな名前じゃないです。違います。冷静に反論して、じゃあ僕の父親の名前言ってみてよ。そんなにお母さんって言うんだったら言ってみてよ。したらじゃあケンです。ケンって誰ですか？多分海外的にはケンって日本人男性とか、日本人、僕は日本人ですよって言ってて、それにとっさに思いついて、名前だったと思うんですよね。で、違いますと。そしたら僕は日本だから、じゃあ出身地行ってみなよ、そんなに。って言って、お母さんだって言い張るんだったら、つったら、東京って言ってきたんですね。日本イコール東京っていうのも結構有名な話だったから、それで言ったと思うんですけど、僕は冷静に長野ですけど、東京じゃないですって言ったんですよね。で、最終的には、じゃあお母さんだったら、じゃあ僕のルーツ行ってみてくださいよ。そしたら、いや、私はペルー人だから、あなたも、ペルー人と日本です。違います。僕は、ペルーで生まれた母親持ってるけど、彼女はペルー人じゃなくって、イタリアとパレスチナの、ハーフだから、そもそも話が違う。
スペイン語喋れるけど違う。お前の言ってることは全然違う。お前はマジで誰なんだみたいな話を。冷静に子供の、なんか、なんだろう、5、6、7歳ぐらいのガキがガキって言っちゃった。子供がこう冷静によくわからん大人の女性に詰めていくっていう不思議な光景で、周りの人も、なんだこれどういう状況みたいな感じになっていて、で、最終的には、なんかその、なんだろうな、僕のその母親が来て、まあその話をするんですよ。今どんな状況みたいな。この子、私の娘なんですけど、どんな状況ですかみたいな。で、周りの人は、ちょっと、なんか、わーわー言ってたんですけど、僕が冷静に、いや、この知らん女が僕のこと言う腕を掴んで、なんか、誘拐しようとしてきた。で、こいつ知らない。お父さんの名前も、なんか、ケンとか言ってるし、僕のこともみゆきとか言ってきて、出身は東京とかわけわからんねえこと言ってるこいつって言って、そしたら、そうだ、じゃあ、お母さんなんったら、この子の名前わかりますよねみたいな。その出身地はどこですか旦那さんの、お父さんの名前わかりますかって言って、まず出身地は長野ですと。あ、さっき言ってたばっかりの話だ。で、しかもお母さんってなんか、ちょっと遠いところにいたから、なんだか騒ぎについて何もわかんない状態だったから、あ、じゃあ、口裏合わせてたわけじゃないし、聞いてたってわけでもなさそうだ。確かにじゃあ、その可能性はある。じゃあ、旦那さんはって言って、旦那さんはまあ、海外じゃあんま有名じゃない名前言って、で、僕がさっき言ってたから、あ、そうだ、合ってる。そしたらこの子の名前は何ですかって言って、全然違う名前、なんだろう、なんか、スペイン語とかだと、なんか英語とかだと発音しづらい名前を普通に平然と言ってて、僕の、なんか、身元っていうか、はっきりしたんだよね、親子っていうのが。あ、そうだ、本当にこの人たち親子だ。ってなって、じゃあ、いざみんなでこう、誘拐しようとしてた女をバッて見たんだけど、そしたらその女が逃げようとしてて、捕まるぞみたいなね。海外だと特に南米はね、子供が誘拐されるってことが結構多いから、めちゃくちゃね、皆さんが動いて、俊敏に。で、まあ捕まったわけなんですけど、この話ですね、結構いろんな人間さんに話したりするんだけど、よく聞かれるのはなぜ叫べたのかわかりません。僕は、もう、正義感が強すぎて、なんか嫌なことは嫌って言ってるタイプだったので、誰ですかあなたはみたいな感じで叫んでいたんですよね。で、この女性がなんで、嘘ついてるっていうのはわかるのは、またそもそも顔知らんから。顔が知らんから。でも、僕のね、多分聞き察知能力、猫であるがゆえに、猫股でがあるゆえに、聞き察知能力が働いたんじゃないか、みたいな感じですね。現地の人たちから、危なかったね、よかったね、お母さん来てね、みたいな。で、そうですね、確かにっていう感じでね。なんかその話が、終わっていくっていう感じなんですよね。でも僕はね、もともと猫だったから、なんか危険がわかるようなね、体質だったから今回助かったんだなっていうお話をしますね。はい。お話をしますねじゃない、お話でした。はい。ではですね、次は、なんか、僕がですね、山の中で出会ったその鳥居でですね、神様みたいなよくわからないなんだろうあれは、存在の話をまたその神隠し的なね、話をしようと思います。はい。では最後にですね、はい。猫又フリックスでこのようにですね、僕の実際に体験したよくわからん話を、怖い話は怖くないようにゆるーく話すものです。はい。いやよろしくお願いいたします。では、またよろしくです。チャオー。